今日はイベントストーリー、スペシャルプレゼント for you について解説していくぜ。まずは、概要からだ。今回は、ワンダショーを含むフェニランキャストが、ゲレンデでクリスマスショーを開催する話だ。ゲレンデでクリスマスショー？ああ、大鳥グループ系列のスキー場で行われる子供向けのクリスマスショーで、その関係者が、ショーの演出をルイに任せたい、と言ってきたことが、この話のきっかけなんだ。なるほどね。主な登場キャラは、ワンダショとビビバスのメンバーで、いわゆる混合イベントだが、今回はその中でも、ルイにフォーカスしたストーリーになっている。ルイくんバナーの混合イベントってことね。ビビバスのメンバーはどんな風に絡んでいくの？実はビビバスメンバーもスキー場に行くんだが、そのきっかけは大きく2つある。1つ目は、トウヤがもう一度スキーをしたがっていることだ。前にもスキーをしてたもんね。トウヤくんは唯一の初心者でかなり苦戦をしてたけど。そうだったな。そして、2つ目は、小羽がワンダショのゲレンデショーを見るためだ。なるほど。小羽ちゃんらしいね。さすがはフェニランのオタク。この時も両目を輝かせながら、オタク特有の早口でフェニランについて語っていたのが、印象的だったな。オタクのまくしたてを満面の笑みで受け入れてくれるアンちゃん、天使かな。ところで、ルイくんたちはどんなショーをやったの？今回のショーのテーマは、サンタの国からやってきた最強のサンタたちが数々の困難を乗り越えて子供たちにプレゼントを届けに行く。驚くのも無理はない。みんなも同じ反応をしていたからな。この脚本だが、実はルイの過去の経験をもとに作られているんだ。それは気になるね。幼いルイは、サンタにお礼を言うため、部屋に入ってくるサンタを検知する様々な仕掛けを作ったんだ。これらの経験や、サンタを捕まえようとした同級生の話から着想を得て、数々の困難を乗り越える最強サンタの設定、が生まれたというわけだ。なるほど。そういうことだったのね。というか、サンタを信じている初太のルイくん、すごく可愛いね。何を言ってるんだ、レイム。サンタクロースは、実在する。あと、過去回想では、ルイの両親も登場したんだが、ルイの知的好奇心を尊重していて、好きなことに打ち込める環境を作っているように伺えたな。とても素晴らしい関係性だね。あくまで、教育の一環であって、仕掛けを把握して、こっそり侵入しようだなんて、そんな意図はあるはずない。さて、ルイの昔話も終わり、ショーの準備も着々と進んでるのだが、ここで一つ重大なトラブルが起こるんだ。重大なトラブル？大雪の影響で、ショーのクライマックスで使用する機材が届かなくなってしまったんだ。それは大変だね。ルイくんたちはどうやってこのトラブルを乗り切ったの？それについては、順を追って説明するぜ。まずは、ルイが観客を巻き込んだショーに方針を変更した。その内容は、たくさんの観客が持つ自作ランタンで光の道を作るというものだ。なるほどね。他には？次に、小姉がショーを成功させるため、手伝いを申し出るんだ。さすがフェニランオタクの小羽ちゃん。そこからは、ビビバスメンバーや子供たちも参加し、クライマックスシーンで使用するランタンを、牛乳パックやペットボトルなどを使って作っていったんだ。この時、小羽とアンが作ったランタンにそれぞれ個性が出ていたのは印象的だったな。大きいシールを使うアンちゃんと、小さいシールをたくさん使う小羽ちゃん。なんていうか、イメージ通りだね。そして無事にたくさんのランタンが出来上がり、ショーを開催することができたんだ。ランタン作りをきっかけに、ショーに興味を持ってくれた人も増えて、ショーは大盛況。クライマックスでは、ルイが考案した光の道を頼りにし、屈強なサンタは、子供たちの元にたどり着くことができたんだ。無事にサンタと会うことができたんだね。これで、当時のルイくんのように、サンタに会いたい、という思いを持っている子供たち、そしてルイくん自身も報われるね。その通りだ。最後に、この経験を通じてルイは、人に夢を与えられるショーが好き、ということを再認識したんだ。いい話だね。以上が、スペシャルプレゼント for you の解説だ。ありがとう、ルイくんのことがさらに好きになったよ。それはよかった。最後に宣伝をさせてくれ。今後も、イベストの解説動画をじゃんじゃん出していく予定なので、いいね、チャンネル登録で応援よろしくだぜ。みんなのイベスト感想も教えてね。目指せ、全イベスト解説動画コンプリート。それでは皆さん、さようなら。